ヤトモンキー先生の日本語ポッドキャスト。このポッドキャストではいろいろなテーマについて気楽に話していこうと思っています。日本語の先生にこんな質問されたことない？日本についてどう思いますか？っていう質問。みんなはどう答えた？よくあるのが、日本は物価が高いです。日本は綺麗です。日本人は親切です。こういう答えが多いんだよね。で、日本は果物が高いですって答える人も多いんだよね。確かに日本は果物が高いよね。私はベトナムへ行ったことがあるんだけど、ベトナムの果物は日本よりずっと安くてびっくりした。あと、台湾に住んでいたことがあるんだけど、台湾も果物が安いから、ほんと毎日のように果物を食べてたんだよね。で、特にマンゴーってあるでしょ？マンゴーって日本だとなかなか食べられない果物なんだけど、台湾だと安いから、ほんと一生分のマンゴーを台湾で食べたんじゃないかな。日本ももっと果物が安くなればいいんだけどね。今食べたいと思っても値段を見てちょっと考えちゃうよね。みんなはどの果物が好き？好きな果物の調査によると、日本人の好きな果物の1位は桃、2位がイチゴ、3位が梨なんだって。私はイチゴのチョコレートやイチゴのお菓子は大好きなんだけど、果物としてのイチゴはそんなに高くなくて、1位はもうずっと梨。梨だったら何個でも食べられるぐらい。ちなみに、洋梨って知ってる？洋梨は西洋で作られた梨のことなんだけど、その洋梨の中で代表的なのがラ・フランスって呼ばれている梨なんだよね。で、名前でわかる通り、フランスで発見された梨なんだけど、実は100年以上前にフランスでは絶滅していて、今は作られていないらしいんだよね。あと、このラ・フランスっていう名前、フランスでは呼ばれてなくて、日本独自の呼び方なんだって。そしてもっと驚くのが、このラ・フランスを作っているのは、日本だけってことで、70% 以上のラ・フランスが日本の山形県で作られているんだって。これを知ったとき、思い込みって怖いなって感じたんだよね。ラ・フランスっていう名前を見て、勝手にフランスで作られているフランスを代表する果物だと思っていたけど、実はラ・フランスも日本独自の呼び名だし、作られている場所は日本だし、発見されたのはフランスだけど、今はもう日本の果物なんだよね。たまたまテレビを通じてこれについて知ったけど、多分そのテレビを見ていなかったら、これからもずっとフランスで作られて、フランスから輸入した果物だと思って食べていたと思うんだよね。だから思い込みって怖いよね。多分他にも思い込んでしまっていることって気づかないだけでたくさんあると思うんだ。日本人からすると嘘みたいな話なんだけど、まだ日本のどこかに侍や
忍者がいると信じている外国の人も少なくないんだって。映画やアニメでたくさん出てくるから信じちゃう気持ちもわからなくはないよね。これも思い込みだよね。今思い出したんだけど、子供の時お母さんによく暗いところで本を読むと目が悪くなるからやめなさいって注意されてて、で、小学校5年生ぐらいの時にちょっと目が悪くなって、先生が黒板に書いた字が読みにくくなってきたのね。だからやっぱり暗いところで本を読んでいたから目が悪くなっちゃったんだって思ってたんだけど、実はいろいろな研究の結果によると、それは関係ないらしいんだよね。これは私だけでなく、たくさんの人が思い込んでることだと思うんだよね。それにしても、目が悪くなっていいことなんて全然ないよね。中学生の時は目が悪くて見えにくくなっちゃったから、目を細めて見るようになっちゃったのね。そうすると目つきが悪いって言われて、ちょっと怖がられたりもしたし、いいことなんて全くない。高校生になってからはコンタクトレンズをつけてちょっと見えやすくなったけど、ゴミが入ったら信じられないぐらい目が痛くなって涙も出るし、道端で号泣している姿を見られたことが何度あったことか。もし神様が体の一部分を治してくれるんだったら、絶対に目を治してくださいってお願いするよね。みんなだったら何を治してもらいたい？やっぱり同じように目を良くしてほしいっていう人も多いかな。あと、体の痛いところ治してほしいとか。なんかそう言ってると、さっきは絶対に目を治してほしいって言ったけど、腰も痛いし、足も痛いし、太ってきたし、なんだか治してほしいところがたくさんあって、ちょっと決められなくなってきちゃったな。なんか年を取ると悲しくなるね。悲しくなってきたので、今日はここまで。またね。